皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回は AE92 カローラレビンの理解を深めるべく、1988年に全日本ツーリングカー選手権で大活躍したキットを製作していきます。早速どんな活躍をしたのか確認から。1987年の全日本ツーリングカー選手権をトヨタ系ワークスチームであるチームトムスはクラス3をスープラターボ、クラス1をカローラ FX で争っていました。同年 AE92 型カローラレビンスプリンタートレノがデビューすると、翌年からカローラ FX に変わり、カローラレビンをレースへ投入することになります。レースで使用され続け、熟成を重ねた 4AGE エンジンを武器に、ボディも2ドアクーペになったことで剛性も向上したこともレースにおいて大きなアドバンテージとなりました。チームトムスは88年シーズン中に2つのクラスチャンピオンを獲得するため、スープラと AE92 のドライバーをシーズン中に入れ替えながら戦います。市販車ではスーパーチャージャー付きの 4AGEZ も用意されていましたが、レースでは自然吸気仕様で1988年の第2戦からディビジョン3に参戦。デビュー4戦目で早くも初のクラス優勝を成し遂げ、同時期に投入された EF シビックと毎戦壮絶なデッドヒートを繰り広げ、レースを盛り上げました。チャンピオン獲得には至りませんでしたが、初の FF レビントレノとして残した功績は大きく、その後の AE101 や AE111 にも様々なノウハウが生かされ、レビントレノを語る上で外せない重要な役割を担ったモデルとなります。早速まずは仮組みから。青島とマカオの模型メーカー BMAX との共同企画で商品化されたこのキットのパッケージ内容としては、デカールは隅々まで再現されており、パーツもレース車両ということもあり、ロールバーや室内のパーツなどメカメカしい構成となっています。シャシー裏やドンガラ仕様のインテリアも細かい部分まで実車同様にしっかり再現され、非常に作り応えがある内容。ボディは今まで触れたことがないような感触で、少しザラッとしたマットな仕様となっています。ホイールは前後で違うホイールがパッケージされており、カラーを変えたりしても面白そうですね。さて仮組みですが、まずは足回りから。接着は仮組みに最適なセメダインハイグレード模型用接着剤を使用し、ディスクパーツとサスパーツを組んでいきます。シャシーに対し先に組んであるフロントとリアの足回りを取り付け、こちらはマスキングテープで固定。次にシャシーとボディを合体し、ホイールを取り付けました。車高はレース仕様ということもあり、いじる必要はなし。前後バンパーを取り付け、レンズ類やウィンドウをはめ込み、仮組み完了。適度なキャンバー角が入り、車高も地を這うような仕様のキット。細かい部分もしっかりレース仕様に仕上げることを構想しつつ、次の工程に移っていきましょう。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで 0.15mm の刃を装着したものと、タミヤの P カッターとなります。用途としては、調光ブレードは全体的な筋彫り、P カッターは刃幅が調光ブレードよりも広いので、ドアやボンネットなどの開閉パーツ部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、リアルなシャープさが欠けてしまうので、そうならないためにもしっかり丁寧に彫っていきます。といってもあまり深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、
あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5回を目安に、なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他のパーツとの差を明確につけるためにも P カッターを使い、太めのラインになるよう意識しながらしっかり彫っていきます。続いてこの赤線部分のパーティングラインを消す作業、その他にバリなどを取り除いていく作業となります。メーカーの製造過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているため、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは面がより滑らかになるなど仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディを真上から見た際、縦一直線に入っている場合が多いので、実際に指で触り段差を確かめながら作業を進めていきます。作業手順としては800番程度のペーパーヤスリでボディ全体にあるパーティングラインを水取りで取り除いていきますが、取り除く際の注意点として細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意が必要となります。カーモデルの場合、前後バンパー周辺、ボディを真上から見た際にリアからフロントまで一直線にパーティングラインがあり、特に前後バンパー周辺は頑固なラインが形成されていることが多いので、根気よく処理をしていきます。続いてボディの調整加工です。パーティングラインはきれいに消えましたが、フェンダー裏やライト周り、ウィンドウモール裏側には多少のバリがあったので、まずはここをペーパーヤスリで除去し、きれいなラインになるよう整えていきます。バリを除去し整えたら、モールドされているキーシリンダー、左右のドアにトランクのおそらくクイックチャージ燃料タンクユニットに対し穴を開けていきます。使用しているツールはタミヤの極細ドリルバセットより 0.8mm のドリルと同じくタミヤ製の精密ピンバイスを使用。タンクユニット部は 1mm から穴を開け始め、クレオスのピンバイス 3mm まで拡大し、最後はドレメルの電動ドリルで調整しました。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのサーフェイサーエボを吹いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業になります。またパーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ヤスリの跡が残ってしまった場合は必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理で滑らかな表面を作り上げるかが重要なことかと思いますし、下地の段階からこの表面を意識しておくと後々表面仕上げの工程で時間を短縮できたりするなど効率が上がります。サフェーサーを吹き、パーティングラインも消え、綺麗なボディラインになったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。